ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、今回もですね、前回に引き続き泉州尺八工房編第3回ということで、引き続きお世話になりたいと思います。三塚さんよろしくお願いします。はい、1回目で尺八の作り方、そして2回目でいろいろな尺八を試し吹きさせていただいたんですけれども、せっかく工房に来たので、ちょっと帯ちゃんのこの楽器ね、ちょっと何か改善点があれば教えていただきたいなっていうのと、楽器だけじゃなく帯ちゃんそのものにももし改善点があれば吹き方等々、アドバイスをいただければと思います。ということで、まずはちょっと演奏をね、実際聴いていただこうかなっていうところで、いつものハッピーバースデーをラジオで毎週ハッピーバースデーを吹いているんですが、そちらを吹かせていただきます。本当に覚えてないんですね。いつも楽譜をラジオの時置いていて、その楽譜がないと絶対吹けないって言うんですけど、毎週吹いてるんだからさすがに覚える気がするんですけど、本当に覚えてないんですね。気を取り直して、はい、頑張ってください。そうですね。はい。譜面見ていいですか？譜面取ってきます。尺八。じゃあ譜面台も持ってきました。安心です。これで気を取り直してお願いします。いつものラジオで聞くやつですね。こういう感じなんです。私はいつも。どうでしょう。いいんじゃないですか。動かし方をこうね、連続できるようにしておくといいのかなとは思いますけど、まあでもね、短い時間によくご上手。尺八。はい、それではですね、ちょっと帯ちゃんの楽器を三塚さんにチェックしていただくために、この帯ちゃんの楽器で一度試し吹きをしていただければ。購入した時にこの穴はちょっと小さめにしてもらったんですけど、それ以外は特にこう吹きやすくっていうのは何もされてない状態になってると思うんですが。そうですね。まあちょっと僕の今作ってる楽器とか、まずこの歌口の形が随分こう違うので、顎に当てる角度が違う。そうですね。で多分これだとかなり小さい顎の方は難しいかな。だから出ないんですよ。こっちのエアリード X の方がすぐポンとなってるんですけど、人間の顎の形って大体そんなに変わらないので、それから最近は柔らかいものを食べる顎が小さくなってるので、ちょっとこれだと昔の日本人が大きいかなと思いますね。もうなんかこれしか吹いたことがなかったので、これが普通なのかと思ってたんですけど、いろいろ違うんですね。やっぱりね。角度って大体こうみんな似たようなところにこう吹きたいはずなんですけど、その時にちょうどここが唇で軽く蓋がされてるような状況が吹きやすいと思うんですよね。これだとちょっとここが高くて、こうやった時にまだ開いちゃってるので、こうやらないと触らないっていうちょっと欠点があるかな。このままやるとこうスースーとした音になっちゃうんで、これぐらいまでこうねグッとやらなきゃいけないっていうのがまず一つ長い間研究した形からするとちょっとそういう不具合は感じます。はい。それはこのやっぱり歌口ですか？多分そうだと思いますよね。ポンと当てて、もう最初の確かに違うね、あーってこう声を出すのと同じような状況で、なんかこうどうにかしないとっていう感じが出ちゃいますよね。これは確かに大変だよね。なんで嬉しそうなんですか？私だけが原因じゃなかったっていうことですね。まあもちろん今もこういう楽器が世の中にたくさん昔からあるので、こういうものの改造なんていうのもちゃんとやってますけど。あと例えば歌口をもうちょっと顎に合ったようにしてくださいとか。まず
標準的なこう歌口に直すだけで思いっきり性能が上がります。で性能が上がると次に内径だとか音の凸凹加減がよく分かっちゃうので、そういうのをちょこちょこ直してスラーっと吹けるように。だからまあこの穴のまんまでおよそなんとか鳴らすことができるようになります。自分の尺八とじゃあ向き合うっていうのも大事ですね。そうですよね。歌口がこうだからじゃあこうやって吹けばいいんだとか。まあそうなんだけど、やっぱり世の中のいろんな人をこう調べて真ん中の値にこうしておかないと振れ幅が大変だと思うんですよ。これで多分真ん中にないんですよね。誰でもある程度フィットするようにして、でそこから先は一つそれぞれ違うんで努力すればいいんですけど、なるべく多くの人にこう合ってるものがいいですよね。なので今多分世界中の中国の人たちも楽器作ってるんですけど、大体この歌口の形に今統一されてきた。これが一番なんだかんだいいのかな。見た目で言うとね、なかなか映像では伝わりにくい本当に数度の違い、角度でいうと本当数度なんですけど、でもそれでかなり変わってくるんですよ、フィーリングが。多分こうポンと当てて、ね、こういう。まあ上手い人が吹くと結構どっちでもすぐ出せちゃうから難しいんですけどね、違いが分かりにくいけれど、もし改善していくとしたら、じゃあ例えばその顎の角度を変える、それはどれくらいの期間でこう出来上がるものなんですか？作業としてはまあすぐに終わっちゃうんですけど、こう磨いたりいろんなことをしなきゃいけないので、まあ23日預かればできちゃう作業です。あとさっきうちはも興味持ってたのはメリカット、はい、入れるとしたらそれはもうすぐ、まあそうですね、すぐできちゃうことはできちゃう。もっともっとこう改良するんだとしたら中をいじっていくっていうこと。まあそうですね、これちょっとこの歌口とこのおつのろの関係がちょっと今合ってないので、どっちが悪くてならないのかすぐには判断できないけど、歌口をまずちゃんときれいに整えるとどこが悪いのかもっとよくわかります。そこをもうちょっと直す。ほんのちょっとでいいんですね。そうです、やってみないと分からない。まあでもこれだと何日かでできちゃうんじゃないかな。そんな感じで結構ちゃんと中はできてます。ただし多分なんですけど、ここの形がここが一番細くて自然と開いてなきゃいけないんですけど、多分この辺の方が広くなっちゃってます。そうするとなんかおつのろがこうちゃんとしっかりとした音程出ないので。だからですよ。だから打てなかったちゃんんだ。と整えた方がいいかな。まあ見た感じするね。じゃあよければちょっと今軽くできるところだけでも。そうですか。はい。尺八。尺八。はい、ということで出来上がりました。パワーアップした帯渚尺八。この歌口をちょっとこう角度をつけてここも削って整えて。確かに見た目からもう全然違いますね。ちょっと吹いてみましょうか。はい。あ、なんかいい感じが。今までの音で一番良くないですか？そうですね。もう感覚違うんですね。吹いた感覚が。すごい。ロまでなるんじゃないですか。ね、確かに。すごいです。ここだけですよね。今はそこだけやる。ここだけでこんな変わるんですね。抵抗なく出てる感じしますね。だいぶ違うんですね、ここの。今作業時間としては30分とか20分ぐらいですね、それぐらいでもうこんなに生まれ変わってしまうという。ありがとうございます。嬉しい。はい。ここからさらにちょっと入院してもらえます？まだ何かこう改善の余地ありって感じ。指のこのカットつけたり、あとちょっと細かく中身を調べて、はい。またちゃんと直すとかね。よろしいんですか？ぜひぜひ。ありがとうございます。どれほど驚いていただけたら。いやでももうここだけでもすごいびっくりした。ということで。
はい苦労してる人はぜひ、はい改造して飛躍してください。はい、さすがもう全然違うなって、はい、感じがするんで、次回動画でさらにね、パワーアップした完全体となって出来上がったこの尺八の演奏また楽しみですね。はい、あとはこの季節になると結構ね、竹の尺八割れちゃう時があるんですよ。この楽器とかもこの上全部ね割れたのを修理してもらった跡があったりするんですけれども、そういう修理もね今お忙しいとは思うんですけれども、いろいろなねその尺八のメンテナンスしてくださいますから、漆が剥げちゃったとかね、いろいろなパターンあると思うんですけど、ならなくなったなと思ったら自分のせいにしないで楽器のせいだということもあるので、はい、はい、こういうね。はい、そうですね。いや嬉しい。ぜひ皆さん狛江に来て泉州尺八工房に相談してもらえればと思います。それでは3回にわたっていろいろとありがとうございました。では今日ここまで。おーす。タコか。